はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月後半のタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。デビル逆、ラバーズ、カップの3、ワンドエース逆、ソードの5の逆、ソード10、そしてペンタクルスの4の逆。はい、気をつけること対策がソードの3と太陽とオラクルはじゃん、ペンタクルスのナイトの逆ですね。なるほど。ちょっと星の解説もさせてください。前回の動画でもねお伝えしたんですけれども、やっぱり2月の後半は17日17日が、日食になります。でこの日食っていうのは次の日食まで影響しやすい時なんですけど、約半年かけてね何かこう水面下で流れができてくるよっていう時で、特にこれは魚座さんにとっては見えないところで起こるので感じにくいかもしれません。なんでそうなってるのみたいなことは感じにくいかもしれないんですけど、これとっても重要なことなんでなんとか伝えられるように頑張るんですけど、やっぱり一つは土星と海王星の動きっていうのがその12星座共通のところで解説した動画でお伝えしたように2月21日にそれがぴったりと重なるんですね。でこれはある意味魚座の皆さんにとってはこれまでの土星の学びの卒業ということで、何かここまで 2,3 年かけてやってきたことを終えていく流れが始まっている方も多いんじゃないかと思うんです。で前回も太陽出てましたよね。でやっぱりその一つは祝福なんですね。終えておめでとうございますだし、もう一つはじゃあ本当にその新しい生き方だったりとか新しいフェーズに合うフィットする自分になっていくみたいな、なっていくって変な話なんですけどね、自分が変わるからこそ環境が変わってくるんですけど、なんかそこに至るまでの調整が約半年間ぐらいあるのかなって感じがしたんです。でそのきっかけが、2月の17日ぐらい後半から始まるんじゃないっていう流れだなと思ったんです。なので物事ってとってもゆっくりとここからゆっくりと整えられていくよっていうのが一番のメッセージでした。そして入り口がちょっと星の話に戻りますが、2月26日からちょっとすいません、ちょっとその前に2月19日には太陽が魚座に入ってくるんですね。なのでここからお誕生日迎える方も出てくると思います。おめでとうございます。17日が日食で、そこから半年間の水面下の流れが整える流れがある。でその上で2月19日から光が自分を照らしてくるということで、まだ照らされる準備できてませんっていう方もですね、なんか自分が強調されてくるみたいなこともあるかもしれません。でこれはじわじわと2月19日以降じわじわと暖かくなってくる、夜が明けてくるっていう感覚だと思っておいてください。実際今金星もですね水星も魚座にあるので、実際魚座さんは今モテ期というか魅力的になっている時だと思うんですね。優しさが通じやすいとか、なのでそこは自信を持っていただきたいんです。でさらにその2月のね26日から水星というコミュニケーションとかビジネスとか勉強とか自分の思考とかそういったものを司る水星という惑星が地球から見ると逆行しているように見える期間が約3週間あるんですね。2月26から3月21日です。でこの期間ってまた魚座で起こるので、この逆行が少し魚座さんは迷いやすかったりとか、自分が決めたことってやっぱりこれでいいのかなとか、もしくは新しいフェーズに入った時にその新しいフェーズがなんか馴染みにくいなみたいな、でも定着させるまでに少し時間かかるっていうのは思っておいてくださいね。決して後退してるわけでもないし間違ってるわけでもないんですけど、なんとなくやっぱりスムーズに鼻歌歌って歩きたいのに風が、真正面からビュンビュン吹いてたら歩きにくいなみたいな感じだと思います。でも決して悪いわけじゃないんです。そういう時期があるから、それが終わった後になだらかになったなとか歩きやすくなったなって感じるので、今は新しいフェーズのこういうフェーズもあるんだっていうね、新しい環境、こういう人たち、こういう出来事、こういうもんなんだってことをなじませていってる時だと思っておいてください。はい、そしてねカードで見た時にやっぱりそれが出てます。入り口がデビルの逆なので、これまでこだわっていたことや気になっていたことをもうやめようみたいな、
なんかそういう手放そうとしてるっていう感覚がすごくありますし、その手放すことによって自分自身が楽になるっていうそれもとってもあると思います。今まではこだわっていたからこそ苦しかったけど、もういいやって手放すからこそ楽になるっていう感じもすごくあると思いますし、ある意味逆を言うとやっと手放せる自分になったんだってことかもしれませんよね。もう新しい喜びを見ていく自分になったから、今まで縛られていたものっていうのは手放していこうっていう感じかもしれませんし、ここに至るまでにもやっぱりそれ別の喜びもあったなっていう感じです。いろんな人とつながって人と関わる上で達成できる喜びだったりとか、感情的に満たされることっていうのがあったので、もういいやって思ってるのかもしれません。そしてここでワンドのエースっていうものが出ていて、ちょっと私から見ると逆位置なんですけど、やっぱりちょうど2月の19日以降お誕生日も迎えてくるし、流れも変わるから、よしここから頑張ろうみたいな感じで自分で奮起して何かをやっていくっていうエネルギーがあるかもしれませんね。でこれはこれで素晴らしいことなんです。いい切り替えの時ですからね。ただ先ほど言ったみたいにちょっとすぐに何かがっていうよりも馴染む期間がちょっといるっていうことだけ覚えておいてくださいね。なんかここからのカードの展開っていうのも、ここでソードの5の逆っていうのが出ていて、なんか自分がやりたいことをやってるだけなのに、あれなんかここでやったら私ダメってことですかみたいなとか、なんか私がやりたいことやってたら浮いてる気がするとか、決して悪いわけじゃないのになんとなく流れがマッチしないみたいなことを感じやすいかもしれません。そしてその後なんか身内の人とか身近な人とかに注意されたりとかしてってなんでそんなこと言われるのみたいなこともあるかもしれませんが、なんか本当に今手探りで今自分のいる環境や新しい状況のことに馴染んでいってる時だからこそ、こういった摩擦っていうのは少し仕方ないのかなって感じはします。でそしてそしてその後ね、ペンタクスの4の逆っていうのがあるので、やっぱりなんか自分が何かを守っていきたいって思っていたけど、なんかそれってもしかしたら自分のなんかこだわりだったのかもしれないみたいな形で、何かを必死に守っていくというよりは、その状況に合わせて自分がやりたいことをやっていこう。自分の持ってるものや持ってる素質や素材っていうものはなくなるものではないのだから、その時その時に合わせて理解される分だけ出していこうみたいな感じかもしれません。どうですかね。なんかまるででも本当になぜこれを経験するかって言ったら、やっと土星の学びが終わったから次のフェーズに行った時の手探りっていうものがあるよって感じなんですよね。で必ず物事ってそういうものでですね、最初なんかってびっくりして、その後なんかいろいろ和解したりとかお互いのことをよく知って馴染んでいくっていうのがあるので、ちょっと最初になんかせっかくね魚田さんがよし頑張ろうと思ってることに対してすんなり周りが理解しないのかもしれませんね。でそれに対してなんか自分が間違ってるのかなとかって思わされるような感じがあるかもしれないけど、今はなんか周りのこともちゃんと感じて立ち振る舞っていくっていうような感じが出ています。そしてやっぱり気をつけることや対策として言われているのが、やっぱりこのソードの3とね太陽って全然違うカードなんですけど、もともと太陽っていうのは前回も出てました。なのですごく自分がいい流れの中にいるとか、いい流れだからこそ今直面している何かがあるっていう感じがあって、それは決して悪いことじゃないんだけど、自分の気持ち的にはやっぱりみんなに受け入れられたりとか祝福されたりとか分かってくれる人がいるっていうことの方が嬉しいけど、あれなんかちょっと自分が言ってること違うのかなっていうような感じがするかもしれません。でも決してこれは自分を責めないでください。もうそういうもんだっていう感じでしょうね。お互いが本当に成長して人間として成熟した者同士であれば、お互いの違いも全然問題なく尊重し合ってやっていけるけれども、なんか身近な人とか分かってもらえるだろうと思ってた人からのはっきりした言葉にぐさっとくるみたいなのもあるかもしれないけど、でもそれを避けることはできないっていうか、それを避けるためにいろんな防衛ってするんだと思うんですけども、魚座さんはそれをなんていうかな、避ける必要がないぐらい
いろいろ経験した自分だから分かるよっていう形で相手を理解できるような気がするんですね。なのでそこだけ気をつけるっていうか、変に私が悪いんだというふうに思わないでねって感じ。そして他者との違いを感じながら、その上で自分が持ち合わせてる喜びっていうものを温めていくからねっていう感じでしょうか。特に逆行期間ね、26日以降ですけどね、少し迷いやすかったりとかするので、自分が新しく決めたことって間違いだったのかなみたいなことを思うかもしれないんですけど、結論を出すのはまだ早いので少し待ってくださいね。なぜオラクルで言われてるのがやっぱりゆっくりですよって、ゆっくり進んでいくんですよっていうふうに言われてるので、分かってもらうには時間がいるっていう感じです。なんかまるでよくそういう青春ドラマとかありますよね。学校に新しい人が転入してきて、その人は自分らしくあるだけなんだけど、これまでの学校と新しい学校が違うで、なんか自分が浮いてるような気がするってなるけど、自分らしさっていうものをちゃんと分かっているとだんだんと馴染んできて、より一層自分っていうものを知って自分の個性で生きていくみたいな、そういう流れが今この2月後半のタロットカードに出てるなというふうに思いました。一応ね、3月の2日からちょっと先の話ですけど、3月の2日から火星は魚座に入ってくるので、そこからバイタリティを持ってじゃあやるぞってやってもいいわけです。で今もそれをなんか奮起しようとしてるんですけど、ちょっとこれは新しい環境になったりとか、今ね整理してるからこその、じゃあそれでいこうって思ってるって感じがするんですけど、実際にその新しい環境とか新しい状況の中で馴染む上ではもう少しゆっくりめでゆっくり馴染んでいってねって感じがする。そして自分自身の光は絶対に消えてないからねっていうメッセージもありますのでね、これを踏まえてちょっとお仕事のことを見させてください。はい、仕事カップの5、死神、カップエースということで、何かお仕事も区切りをつけたんじゃないでしょうか。ここでもね、ペンタクスの4の逆っていうのはこれまで自分が保っていたものとか守っていたものを手放すよみたいな感じもあるんですけど、一つやっぱり土星が2月14日以降お羊座に移動したとか、あと海王星と今ひっついているっていうことも合わせて、やっぱ2月の後半、2月、前半後半か分かりませんが、2月で何か一つを終えた、自分が仕事としてやっていたこととか何かを終えた、そして終えることによって新しい喜びを受け入れる許容範囲が増えたっていう感じでしょうかね。仕事に関しては終えていくことに対してちょっとした精神的な後ろ髪引かれる気持ちとか残念だなっていう気持ちもあるみたいですけど、でもそういう時なんだと思います。時代が変わっていく、流れが変わっていく時なんだと思います。ちゃんと手放した後に自分の中の喜び、まさにこれ魚座さんらしいですよね。自分から湧いてくる喜びがあるよってことなんで、この喜びをもとにこれからは仕事をしていきたいってことですよね。そういういい天気ですね。17日もいい天気だし、19日以降のお誕生日からもいい天気です。どちらでも活かしてください。そして人間関係見てみたいと思います。人間関係はワンドの3、ペンタクスの9、カップナイトということで、人間関係って言った時にただ普通に友達として一緒に楽しもうっていう感じではなくて、これから先の自分の生き方に沿う人と関わっていきたいみたいな感じがありますし、お仕事何か一つ区切りをつけるのかなって感じは出てるんですけど、でも別の仕事なのか新しい仕事なのか分かりませんが、仕事としてやっていきたいなって思うような思いがあり、それに携わる新しい人間関係っていうのがある。でその人たちとはとても仲良くいくし、仲良くしたいみたいな感じがありますね。だからこういう関係もちょっと変わりつつある時なのかもしれませんね今。
なんか昔からの幼なじみとか昔からの知り合いとっていうよりも、新しい方向を一緒に見ていける人と付き合っていきたいみたいな感じがあるし、実際そういうご縁があるんじゃないかなと思いますね。はい、いかがでしょうか。何か通じたよとか分かったよっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。いつもコメント本当にありがとうございます。ありがたく拝見していますし、お返事できるときはねお返事しますのでね。はい、ボトさんのオラクルカードはって時にこのカードが出ましたね。これを見て何か感じるものがあれば、皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってみてください。いいですね。やっぱり自分のセルフケアをしっかりしましょうって感じがします。自分自身が自分とちゃんとつながってると不安になることもないし、他者のこともよくわかるので、他者が落ち着いてくれたら私は落ち着くのにと思うかもしれないんですけど、自分がしっかり落ち着いてたら他者も自然と落ち着いてくるということで、自分で自分のバランスを取りましょうっていうメッセージだと感じました。はい、ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひご自身を責めずに自分の豊かさを感じて過ごせる時間になりますように。ありがとうございました。失礼します。